はい、こんにちは。ははい、アロハシャツ研究室の時間でございます。はい、中野教授、よろしくお願いします。お願いします。ねえ、もうアロハシャツが、はい。もう毎日毎日アロハシャ毎日アロハシャツツどれ着ようかなって僕なんか悩んじゃってるんですけど、毎年毎年選択肢が増える一方ですからね。そういう方もね、多分これ見てらっしゃる方の中にもはい多いんじゃないかなとはい勝手に思っておるんですけれども、今日はそんな中でええ、またアロハシャツの深いお話をはい。聞かせていただけると、そうですねはい、レイヨンのヴィンテージのアロハシャツはい復刻っていうのを主体にサンサーフっていうのを展ま開をしていあそうですね。サンサーフといえばなんかレイヨンのアロハシャツっていうイメージがすごい強いです。強いですよね。はい。ただレイヨン以外の素材、はい例えばコットンでヴィンテージでいくと、コットン素材のアロハシャツっていうのも、はいもう本当にアロハシャツっていうものが存在し始めたぐらいの時からもうコットンの素材も実際にあってですね、レイヨンだけじゃない。コットンのヴィンテージでもレアなものとか、はい綺麗なものとか、いっぱいありますねいっぱいありますよね。あります確かに。といったところにもですね、サンサーフとしてはちょっと焦点を当てて復刻もしていますので、はいはいコットン素材ですねを中心にちょっと今日ははい。そこから派生していったものも含めてえいろいろとご紹介できればなと思います。楽しみです。はいはい。早速なんですけれども、このサンガラ、これはい。はい、こちらはですね、コットン素材のええ実名の復刻バージョン、コットン素材でも実名復刻ってやってるんですか、本当に。はい、コットン 100% の素材を使って、えその当時と同じようなプリントもバステンだったりとかそういったところも同じような手法を使って生地をプリントしてシャツにしています。再現してると。はい、再現をしていますので、プリントの柄というか生地の感じがちょっとこうコットンならではのマット感というか、レーヨンとは違う出方してるんですか、これ。はい。やはりですね、同じ染料を使っていても、コットン素材の方が少し柔らかい感じの発色になりますので、またレーヨンのその同じバス線でもですね、パキッとした感じではなくて、ちょっと柔らかい感じになるので、より着やすいデザインになるかなと思います。ちょっとさっと説明してもらっていいですか、端から。こちらの絵柄ですね。これですね。これハワイのアロハシャツブランドも代表するワットムルス。ワットムルス。よく実名復刻他でもやってましたもんね、今までも。レイヨン素材でもうさまざまな伝説的な柄を多く輩出したブランドなんですけども、そのワットムルスが手掛けたこのティキーですね。抽象的にちょっとデフォルメして描かれたティキーが、あと花ハイビスカスとかですね、そういったものがこうちょっとボーダー状に配置されたデザイン。着やすそう。そうですね。であとこれ真ん中のがですね、これまた実名復刻でも時々登場するカメハメハガーメント。はい、有名ですよね。有名です。はい。このカメハメハガーメントが手掛けたデザインなんですけど、ハワイの島々ね、葉が入って、あとクジラがこっちの方に行きますよとか、はあ、島の名前が書いてあって、島の名前書いてありますね。ハワイの島々がその形通りにですね描かれているっていうのはレイヨン素材のデザインでも多く取り入れられた。で最後こちらがこれドリフトウッドっていうのはアメリカ本土のブランドです。なのでデザイン自体もこれマス目状にこう描かれた怒りですね、このデザインが入っていて、こう色の使い方とか、あとデザインのモチーフですね、そういったものもちょっとハワイの色っていうよりもアメリカ本土のちょっと匂いが、雰囲気がすごく強いデザインになってますので、レイヨンのデザインよりもちょっとこう時代的には新しい部分もあるので、モダンな感じしますね。確かに。今自分が着てるこれもコットンですか？これもコットンです。実はこれの色違いです。これか。はい、そうです。あ、これですね。同じ柄です。色変わると全然雰囲気違いますね。色使いによってやっぱりこう時代背景を超えるぐらいの違いっていうのが出てくるので、それもレイヨンと同じようにアロハシャツとしてすごく楽しみが増えるかなと思います。レイヨンだからとかコットンだからとかっていうこの違いっていうのは本当に素材が違うだけであって、アロハシャツっていうくくりの中では同じ特徴を持ったものなので、レイヨンしかちょっと着たことがないよとかっていう方がいらっしゃったら、コットンでもすごくいいシャツたくさんありますので試していただけたらなと
思います。はい。続いてなんですけども、はい、素材がですね、こちらはコットンと、あとリネン。リネンですね。はい。これはもう私今すぐ分かりました。わかりましたね。なぜなら私も愛用してるんですよこれ。いいですね。いいですね。安さをちょっと重視してですね、サンサーフが開発した素材。このコットンリネンっていうアロハシャツは、はい、もうサンサーフがそうですね。スタートだと。はい。オリジナルの素材としてサンサーフが開発をして、もちろんコットンリネンの素材っていうのは昔からあるとは思うんですけども、アロハシャツ用にこの薄さですね。このちょうどいいこの生地の薄いちょっと感じですね。はいはい。とあとこのスラブ感。そうですね。ちょっとこう近づかないとわからないんですけども、このスラブ感のある生地、これはですねオリジナルで作っている生地になりますので、これすごいこのドライタッチな感じがものすごく気に入ってます。はい、ありがとうございます。でこちらもですねヴィンテージのデザインをこの素材に落とし込んでいるので、それぞれ40年代50年代のヴィンテージのアロハシャツのデザインを同じようにこちらもまた抜線の柄であれば抜線をでプリントするという、なおかつですね、こちらの綿麻のその素材のシャツに関しましては、ちょっとですねもう一工夫してまして、使い方ですね、内側がプリントの表目になりますね。なので、裏地使いをしてより発色を少しまた抑えるような工夫をしてさらに着やすいシャツにしているという。この花柄、これ花柄って言っていいんですか？これボーダーですね。ボーダー。これなんかはすごい細かい柄なんで、全然印象変わりそうですね。そうですね。裏と、すごい確かに裏がこんなで、割と派手な感じですけど、落ち着きますね。着やすい。裏地使いにするとちょっとトーンが抑えめになるので、これはこれでまたいいな。よりちょっとまたこのスラブな感じがですね柄の中にも生かされてですね、また柄としての一つの特徴として使われて、こちらですね、冷用の素材で展開している配色に関しましては、やっぱりその当時あった配色で組んでいるので、もうヴィンテージ感もバリバリの雰囲気なんですけども、素材を変えた時にはですね、できる限りちょっとレイヨンのその持ってる雰囲気とは変えたいなっていうのも自分たちではあるので、ちょっとモダンな配色にしてみたりとか、そういうのをすることによって全く違うシャツに見えたりとか、そういうのもこの異素材に関しては挑戦をしていってますので、こちらなんかはやはりレイヨンを持ってる方もあれ同じ柄かなとか思えるぐらいな雰囲気になってると思います。もともとの柄は結構有名な柄ですよね。そうですね、すごく有名な柄なので、40年代のすごく古い有名な柄なんですけども、レイヨン素材とはちょっと雰囲気が違う感じで着ていただけるので、涼しげなシャツですね。重い感じが全くしないので、そのあたりをこの生地の特徴の一つかなと思います。これなんかすごいですね。気軽に着れそうな雰囲気です。涼しげな感じが。涼しげで。あとこちらもですね、これアメリカ本土の方のブランドの柄なので、ちょっとやっぱりちょっとハワイの柄とはちょっと違う雰囲気ではあるんですけども、これもまた配色をレイヨンではない配色で組むことによって、ちょっと柄のもう本当にザ・抜線っていう感じなので、インパクトはあるんですけれども、パキッと出るのが本来抜線の特徴ですよね。それをあえてパキッとこうプリントをして、さらにそれを裏返して少し柔らかくするという感じの使い方をしていますので、柄の雰囲気全体の雰囲気は残しつつ、ちょっととんがった感じではなくて柔らかい感じになるっていうのもこの素材の特徴の一つです。また新しいラインナップとして挑戦していただけたらと思います。すごいですね。これもサンサーフのその後世に、そうですね、後世のために新しい素材を開発したという、またこれはファンだったらたまらないですね。ありがとうございます。続いてこちらになるんですけども、これは見たことないのが出てきましたよ。こちらデュークの柄なので、レイヨン素材で、知ってる、見たことあるっていう方、人気の定番これはパイナップル、そうですよね、デュークのパイナップル。ちょっと離れると、あれレイヨンのデュークのシャツ持ってるのかなっ
っていうぐらい、ちょっと見た目わからないんですけど、多分カメラだとすごい分かりにくいと思いますよ。分かりにくいと思うんですよね。俺もここへ来てびっくりしました。これ本当にね、松島さんこの距離だったら分かると思うんですけど、素材がレヨンではありません。レヨンじゃないですよこれ。コットンでもありません。はい。何ですか？高機能素材ですね。クールマックス。すっごい今時な感じですね。それは意外性ですね。意外性ですね。河川ですね。100% なので。100% クールマックス。スポーツウェアとかに使うあれですよね。吸速感の素材になります。で、その素材を使ってデュークの50年代の時代のデュークのシャツを復刻してみようと。あまり使われてないんですけど、河川もですね抜染できるんです。なのでプリント手法としてはレーヨンと変わらないです。これであればこのマッコンの紺色にします。生地を染めます。染めてこのパイナップルのこの柄の型を彫ってプリントします。抜染します。そうするとこの白いパイナップルの柄が出てくると。裏見ていただくと分かるんですけど、紺色に染まってます。でそれを白のパイナップルを抜けて抜染しているという。3色ないですよね、レーヨンと。もうバキバキに抜けてますからね。これそうですよね。初めて今シーズン初めて。今シーズンこのクールマックス100というのは初めて使った素材です。でこの辺りもですねバッチリ同じ手法で作れるっていうのをちょっとお見せしようかなと。すっごい時代を超えたコラボレーションって言っていいのか分かんないですけど、コラボレーションですよね。プリント手法は1930年代40年代50年代この辺りが主流で使われてたプリント手法を現代の生地に使う。クールマックスって言ったらね、もう普通に最新の高機能素材ですもんね。ちなみにどうなんですかこれ着た時はですねやはり軽いです。軽いんだ。でやはり高機能素材ですのでまとわりつく感じはないです。さらっと切れちゃう。なので本当にプリント手法だけがその当時のものであってあとはもう全て現代のものというそういった新しい楽しみ方ですね。面白いですねこれは。でこちらに持っていただいているこのバンナーもですね同じように抜染です。こんなに切りでも多分わかんないですよ。この距離で触ってほう違うわ確かにとこの凹凸というか独特のね生地の表情があるんで何十年も前のレーヨンのアロハシャツコットンのアロハシャツっていうのがこう歴史の中であったわけじゃないですか。ありました。今から50年経ったらこれはね2020年代のとかってクールマックスっていう生地なんだよっていう会話を未来のサンサフファンはしているかもしれない。ヴィンテージになってますねきっと。ヴィンテージのクールマックスシャツということになるかもしれないです。もうすごいなそうなったら。そういったちょっと新しい挑戦もなんかしていきたいなっていうのもあってですね今回これも展開をしていますのでこれもですね他のシャツもそうなんですけどもやっぱりお店でぜひ着ていただいて分かんないですもんね。分かんないと思うんですよこの良さっていうのは。ぜひちょっと実物を見ていただいて。そうですね袖通すとなお分かりやすいですね。これは素晴らしい。続いてこちらになります。またすごいのが出てきましたよこれ。こちらはですね今までご紹介したラインとはちょっと違って、今まではこうヴィンテージのレプリカをこうちょっとこうイメージして展開をしていたんですけども、こちらはもう完全にデザインもオリジナル、柳原良平先生のイラストですね。アンクルトリス。こちらのデザインのシャツなんですけども、素材がまたコットン100なんですけども、こちらシアサッカ。そうですねシアサッカ着やすい夏場には夏場もう本当着やすい代表的な生地ですもんね。でこちらも同じく夏場をねすごく着やすい代表的な生地のドビーコットン。
あ、違うんですね、これ生地。柄によってちょっとやっぱり雰囲気もデザインに合った生地を選んで、デザインによって素材も変えてますので、はい、これはですねレプリカを作っていく中で、やはり先ほどの話にも出ましたけれども、はい、後世にこう作品を残していくっていうのも、サンサーフの中では、一つの課題というか目標というか、その中でですね、やっぱりオリジナルのデザインっていうものは、やっぱり絶対に作っていかなければいけないという、レプリカをする、そこで培った技術を使って、オリジナルのデザインを残していく、そういったのもやはりアロハシャツブランドとしてはやっていかなければいけないことではあるので、この中の一つとして柳原先生の作品を使ってシャツを毎年展開を今しているんですけども、なんかヴィンテージであったんじゃないですかというようなそうですね、この雰囲気、そこはやはり僕らもすごく意識をしていまして、やはり現代的なものになりすぎず、その昔からあったような雰囲気っていうのが、そうですよね。やはりそのレプリカをする技術っていうのはやっぱりそこにも生かすことができるので、そういった技術を使って、昔あったような雰囲気を残しつつ現代のオリジナルのデザインを作っていく。この生地とこのプリントの組み合わせ、これも新鮮ですね。そうですね。ドビーのこのちょっと地の目と出てますね。これね。そこにこうプリントが乗っかって、シアサッカーもシアサッカーで同じようにね。ですね。組み合わせの妙がすごいあって、やっぱりその色合いというかですね、発色の仕方とか、そういったところもやっぱり生地によって違いは出ますので、よりこちらの方はちょっとアンティークっぽさが出るように。ヴィンテージ感が強めの配色にしたりとか、ちょっとこちらは明るめな配色にしたりとか、そういったところもシャツの中で表現できるように、色使いそれもいろいろと使って気にしながらオリジナルのものを残していくという。これはこれでいいな、魅力的だな。いや、こうやって今日はね、いろいろまた面白い記事というか現代との融合だったり、昔のものの素晴らしさっていうのはもう散々こう僕も伝え聞いて教えてもらってね、中野さんから教えてもらって随分こう覚えてきたんですけど、なんか逆に未来へ向けて進んでいくってかっこいいですね。やっぱその当時もその時代背景とか生活様式の変化とか、そういったもので素材って変わっていって、でアロハシャツに使われている素材っていうのも、おそらくそういうことに影響して変わっていったりをしてたと思うんですよ。なので現代僕ら復刻しているシャツ、そういったものも今の生活様式とか、そういったものに合わせて進化させるっていうことが、同じようにこうアロハシャツを作っていくっていう流れであればやっていかなきゃいけないことなのかなっていうのはすごく感じているので、サンサーフはただ服を作るだけじゃなくて文化を作っていると。そうですね、文化を継承しながら作っていくということのね、今日はいい話でした。ありがとうございます。すごい。はい、ありがとうございました。